あなたは人間よりも先に宇宙に行った生物がいることをご存知だろうか。人類が初めて宇宙に到達する年より約4年前の1957年11月3日、ソ連から宇宙船スプートニク2号が打ち上げられました。衛星が無事に大気圏を抜け地球の軌道上に乗ったところで、開発に関わった研究チームは安堵の表情。このスプートニク2号には乗員がいたんです。それはライカと呼ばれているメス犬。そう、実は地球で初めて宇宙に行った生物は犬だったんです。宇宙空間で生物が生存できることが証明されたこの瞬間、世界中が宇宙への期待感で高まったんです。しかしその一方で宇宙船を開発した科学者たちは浮かない表情だったんです。なぜならばこの宇宙船は二度と地球へは戻れないから。メス犬ライカを宇宙へと飛ばした科学者たち、なぜ二度と地球に戻ってこれない中で宇宙船を打ち上げたのか。そこには卑劣な人間、そしてある博士の壮絶な葛藤があったんです。おそす、クリぼっちけんちゃんです。メリークリスマスイブ、やみやみこです。明日クリスマスですよ、ヤミコンドさん。何するんですか、クリスマス。なんそんな当たり前の質問聞くね。何当たり前って。どこでしょ。いやいやいや、いないでしょ。あんたがいないって思ってる時点で私をどんだけバカにしてるかが分かるわ。あなたも俺のことバカにしてるからまあいないでしょ、あんた。あんたいないでしょ。いない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 。というわけでですね、今回はね、そんなクリスマスにまつわるお話なんですけど、まあね、ちょっと宇宙との関係があってですね、宇宙飛行士はね、なんとね、未確認生物のことをサンタクロースって呼ぶ習慣があるらしいんですよ。ほうほうほう。はい、なんで？いや、多分サンタがあんまこう出てこないから、見たことないから、未確認生物とサンタクロースって一緒だよねみたいな感じで、こうあだ名みたいにつけてるって感じなんでしょうね。はい。でもメトラーがみんなね、クリスマス何して過ごすかちょっと気になるわね。豆投げてんじゃん。それが節分や。鬼。すいません。まあちなみにね、このサンタクロースはね、チキンを食べるらしいです。まあね、そんなね、ワクワクするクリスマスなんですけど、今回はちょっと悲しいお話なんです。というのもですね、宇宙開発のために犠牲となったライカという犬がいるのを皆さんご存知でしょうか。まあこのライカの命は結果的に犠牲になってしまったんですが、そもそもなぜ宇宙開発のためにこの犬の尊い命が奪われてしまったのか、早速見ていきましょう。選ばれし犬。1957年10月、ソ連は世界初の無人人工衛星スプートニク1号の打ち上げに成功。今後宇宙の神秘がどんどん明らかになっていく、そんな期待感で世界中が歓喜したんです。しかしソ連はその成功だけでは飽き足らず、次なる計画を急ピッチで進めていたんです。当時は冷戦の渦中、ソ連だけではなく対立国であるアメリカも当然宇宙開発に力を入れていきます。国力を見せつけるために絶対に負けるわけにはいかなかったんです。人工衛星をアメリカよりも先に飛ばすことに成功したソ連の次なる野望、それは生物を乗せた宇宙船を飛ばすこと。人類が宇宙へと本当に近づくためには宇宙空間で生物が生存できることを証明する必要があるんです。アメリカでは猿によるプロジェクトが進行中だったんですが、ソ連が選んだのは犬でした。その理由は犬の方が猿よりもしつけが簡単だと考えたから。では犬はどこから連れてくるのか。ソ連の研究チームは早速街中の野良犬の捕獲に乗り出したんです。野良犬ってなんか意外なんだけど、まあなんか多分政府としては誰かの飼い犬とか、なんかこうブリーダーが愛着持っちゃった犬とかじゃなくて、身寄りのない犬を街から連れて、その犬だったら大丈夫みたいな、なかなか下水思考だったんですよね。先ほどもお伝えしましたが、ライカをはじめ候補として選出された犬はどれも野良犬たち。そのため最低限のしつけすらされていません。そこで研究チームは捕獲した20頭ほどの野良犬たちに宇宙船に乗れるように訓練をしていきます。そしてそれは非常に過酷なものでした。開発中の宇宙船の犬が乗る空間は洗濯機程度の大きさ。そんな狭い空間に耐えられるように小さな密室に閉じ込める訓練を行ったんです。さらには高度200メートルほどの場所からパラシュートで落下する訓練なども。犬が行う訓練としてはあまりに厳しいものとなり、恐怖とストレスで餌を口にしなくなった犬もいたんです。なんか人間みたいな症状出てるわね。いや、そうなんですよ。犬もね、もちろん生き物なんで、ストレスをね感じるんですよ。そんな犬たちの中で一番我慢強く協調性もあったのがライカだったんです。ライカを捕まえ訓練も担当していたヤズドフスキー博士は利口なライカに期待を寄せていました。そして研究チームはその優秀な成績を見てライカを宇宙船に乗せることに決めたんです。とりあえず良かったんだね。これ厳しい訓練に耐えて体勢つけて宇宙に行けるってことでしょ。いや、まあだと思うんですけど、冒頭でも言った通りね、結果ね悲しい結末につながっていくんですけど、なんでそうなったかっていうとね、そもそもこの実験自体ね、政府のねもう下水思惑がねあったんですよ。宇宙計画の裏側。
生物として初めて宇宙に行くライカが掴んだのはとてつもない栄光のように思われました。しかし実はその運命はとても悲惨なものだったんです。ライカを地獄に叩き落とすことになる全ての元凶がこの人物、当時のソビエト連邦の最高指導者ニキータ・フルシチョフ。ニキータは世界初の人工衛星であるスプートニク1号の打ち上げ成功からほどなくしてある人物を呼び出します。その人物とは宇宙開発研究の責任者セルゲイ・コロリョフだったわ、ごめん。ニキータはセルゲイにこう言うんです。人工衛星の打ち上げご苦労だった。次は生き物を乗せた宇宙船を打ち上げてくれ。もちろんです。間違いなく成功します。では革命記念日までに頼む。セルゲイはこのニキータの発言に驚愕します。なぜならニキータの伝えた革命記念日までは残り1ヶ月を切っていたから。もう怖い、こういう上司もやだな、本当に。実は人工衛星スプートニク1号は計画の正式な発表から打ち上げまで約1年9ヶ月ほどかかっていました。無人の人工衛星でもそれほどの期間がかかっているんです。にもかかわらず次の打ち上げまでは1ヶ月を切っている。もうおかしい、この上司。生物を乗せて安全に宇宙に送れる宇宙船を作る機関としては何をどう考えても明らかに足りないあたおか上司。無茶すぎる命令。しかしね、部下のセルゲイは首を縦に振るしかなかったんです。だって部下だから。いや、こんな会社やだ。無理なことは無理って言わないといけないでしょ、これ。まあまあ今だったらね、こう個人の発信力とかもあるから、うんなんかそうやって上から圧力かけられたらこうさ、世間にこう言ってね、うん糾弾されるみたいなことはあると思うんですけど、まあね、この時代ソ連は社会主義国で、しかもそんな中で最高指導者のねニキータに言われたら、まあ従わざるを得ないんですよね。こうやって上からの圧力に屈するみたいな経験どうですか、皆さんもあるんじゃないですか、学校とか会社とかね。まあそう。はい、この年のソ連はロシア革命40周年という節目でした。ニキータはこの記念すべき日に合わせるため、そして対立するアメリカら資本主義国側に国力を見せつけるため、犬を乗せた宇宙船を飛ばすように命令したんです。自己満。研究チームは残り1ヶ月もない中でどうにか宇宙船の開発を進めていくことになります。本来は十分な時間の中で綿密に打ち合わせながら注意深い設計をして進めていくんですが、このブラックな組織では残り1ヶ月を切っている。もうこんなことは言ってられない。素早く図面を完成させ、制作部隊は打ち合わせなしで作業に取り掛かりました。宇宙船を作っているとは思えない異例の速さで制作は進められたんです。これに乗るの怖すぎ。そして研究チームの必死の働きで宇宙船スプートニク2号が完成したんです。どうにか間に合ったじゃない。こんな急ピッチカン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 、はいできましたみたいな感じで作ったんで、どうにもこうにも欠点があったんです。宇宙船は完成したものの、ライカの一番近くにいたヤズドフスキー博士は素直に喜べないでいたんです。なぜならヤズドフスキー博士はスプートニク2号に潜む致命的な欠陥を知っていたんです。その欠陥とは地球に帰還できないこと。もう怖えよ。そう、1ヶ月という短期間では生物を安全に宇宙まで送り届け、地球にも帰還させる宇宙船なんて作れるわけないんです。スプートニク2号には地球に戻ってくるための装備が搭載されていなかったんです。しかも当時は大気圏に再突入する技術が確立されていなかった時代、無事に大気圏を突破できる確率も低かったんです。まさにそれは宇宙への片道切符。生物を乗せるなら本来はまずこの技術を確立するところから始める必要があったんです。人類の進歩のためならライカの犠牲は仕方のないことだと言わんばかりのありさま。ライカは国の宣伝のため宇宙に行く前から宇宙で死ぬことが決まっていたんです。ニキータがなんだか知らないけどさ、あんたが乗りなさいよって感じよ、これ。まあ確かにね、ニキータ自分で1ヶ月で作れ、俺乗るって言ったらちょっとかっこよく見えるけどね。そうなんですよ。ニキータ1ヶ月で作れ、犬が乗るだからちょっとダサいんですよね。まあ結局ね、最終的に宇宙で死んでしまうライカなんですが、宇宙での最後の時間というのは一体どんなものだったんでしょうか。地球最後の本当にこれでいいのか。ヤズドフスキー博士は打ち上げの日が近づくたびに心が痛んだんです。しかし計画を止めることは誰にもできません。スプートニク2号の打ち上げ予定日の前日、ヤズドフスキー博士はライカを自宅に連れて行きました。せめて地球最後の日を少しでもいいものにしてあげたい。彼は家族にライカを紹介し、息子と一緒に遊ばせ、最後に楽しい時間を過ごしてもらいました。これがヤズドフスキー博士がライカにしてあげられる精一杯のことだったんです。そして打ち上げ予定日、ライカは身動きがろくに取れないような宇宙服を着せられ、スプートニク2
2号の機内に収まりました。計画ではライカは地球の軌道上を数日間周回した後安楽死することになっています。決まった時間に決まった量の餌が出てくるシステムが組まれていたんですが、その最後の餌に安楽死の薬を混ぜたんです。地球に戻ってこれない以上ライカは必ず宇宙で死にます。ですがせめて苦しまずに死んでほしい。安楽死はヤズドフスキー博士の精一杯の配慮だったんです。ところが研究員たちが宇宙船の最終チェックをしていたところ、ある問題が発覚するんです。そしてこれが後にライカを苦しめることになるんです。最終チェックでスプートニク2号に修理が必要な箇所が発覚。打ち上げが3日間延期されます。しかしその3日間ライカは機体から降ろされることもなく、その中で待機させられていたんです。外は極寒、もちろんライカのいる機内も同様の環境だったんです。ヤズドフスキー博士らは暖房の風を機内に送り続け、必死にライカを温めようとしていたといいます。博士はできる限りの努力はしてあげてたのね、これね。まあそうっすよね。ずっと一緒にいたらね、それ愛着湧くんで、はい。ですがね、とうとうね、その日がやってきてしまうんです。無情なカウントダウンが刻まれ、11月3日スプートニク2号はライカを乗せて飛び立ちます。離陸から大気圏に突入するまでの負担はライカにとって想像を絶するものだったに違いありません。生体センサーに刻まれるライカの心拍数は明らかに乱れていたんです。ヤズドフスキー博士を含む研究チーム全員はライカの無事を固唾を飲んで祈るしかありませんでした。そしてスプートニク2号がついに大気圏を突破。地球の軌道上に乗った時、生体センサーのライカの鼓動は正常値となったんです。それは世界で初めて地球上の生物が宇宙に到達した瞬間、宇宙空間で生物が生存できることが証明されたんです。ヤズドフスキー博士たちも安堵の表情。そしてこのニュースは世界中に伝わり、人類が宇宙に近づいたことを喜ぶ声で溢れたんです。しかしここで順調だと思われていた矢先、宇宙にいるライカに異変が起こってしまうんです。研究員たちは宇宙にいるライカの生体反応の異常をただただ眺めることしかできなかったんです。本当の悲劇。ライカを乗せたスプートニク2号が宇宙へと旅立った約7時間後のこと。ライカの生体センサーに異常が。なんと機体の断熱材が破損し、機内の温度が15度から41度まで急激に上昇したんです。ライカは暑さでもがき苦しみました。狭い船内と窮屈な宇宙服を着せられているため、身動きを自由に取ることすらできず、高温の密室でただただ暑さに苦しむライカ。その様子は生体センサーの反応をチェックしているヤズドフスキー博士たちからすると一目瞭然だったんです。しかし遠く離れた宇宙にいるライカを救うことなどできるはずがありません。ライカの生体反応が弱くなっていくのをただ呆然と眺めることしかできない博士たち。そしてついに博士らの祈りも虚しく、ライカの生体反応は途絶えてしまいました。最後ぐらいは楽に死なせてやりたい。ヤズドフスキー博士のせめてもの願いは叶わず、スプートニク2号はライカに地獄のような最後を用意したんです。壮絶な苦しみの中、ライカは地球の軌道上で星になってしまいました。その後、ヤズドフスキー博士率いる研究チームはさらに宇宙船開発に没頭。政治的なパフォーマンスのため失われたライカの命を無駄にはしないためなんです。幸か不幸か、このライカを乗せた打ち上げ実験は人類の歴史のページを大幅に進めることになりました。そしてライカの死から約4年後、ガガーリンが世界で初めての有人飛行を実現。人類が宇宙に近づくことができたこの成功は紛れもなくライカの活躍があってのことなんです。せめて報われるとするならば、このライカの功績を忘れないでいることだと思うんです。ぜひ皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。